こんばんは、リキュです。今日も一日お疲れ様でした。なんか今日は、月曜日っていうこともあって、なんか結構しんどかったです。でも、嬉しいこともあったので、ちょっと今日あった出来事などいろいろちょっとお話ししたいなと思います。まずね、今日ね、うちに新しい家族が来ました。じゃん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 じゃーん、たまたまです。これはね、まっちゃんがね、だいぶ前からね欲しがっててね、ずっと欲しいって言ってたんですけど、なかなかポケモンセンターで売ってなくて、やっと手に入りました。これどこ見せたらいいんだろう。こっちかな、これが正面かな。はい。でもこのね、割れてる子がね、結構可愛いんですよ、この子が。はい。なんかね、ポケモンフィットなんですけど、思ってたよりちっちゃくてすごく可愛いですね。めっちゃ可愛い。いろんな表情があって可愛い。これがね、ナッシーになってもね、可愛いんですけどね、たまたまの状態でもめっちゃ可愛いです。ナッシーもうちにいます。はい。で、この子も新しく家族に加わったということで、これからよろしくお願いします。はい。あとは、このロクサーヌゲイのハンガーを読み終わりました。感想はね、なんか私結構本とか映画とかもそうですけど、なんか見終わったり読み終わってすぐにこういうとこがめっちゃ良かったとか、なんかあんまりこうつらつらと感想が出てくるタイプじゃないんですけど、なんていうかね、なんかこの、ロクサーヌ・ゲイっていう方が作者なんですけど、その方の、エッセイですね。で、この自分を守るためにもうめちゃくちゃ食べてしまって、こうどんどん太っていって、自分の女性性とかをなんか捨てるためにどんどん食べてっていう、そういったなんかこの人生というか、なんか告白みたいなのがこうずっと書いてあるんですけど、よく書き切られたなっていう感じですね。なんかそういう心の中にずっと思ってたことをこんだけその言葉に表現する、言語化することがすごいなと思って、なんか私もいろいろそういう今までの経験とかを、言語化したいなとか、文章にしたいとか、こういう話でしたいとか思うんですけど、なんかここまでなんかそういう壮絶な体験をしたとして、なんか人に言えるかなって言ったら、こんなにうまくっていうか、うまく言えなくてもいいんだと思うんですけど、なんかこんな風に言えるのかなっていう、すごくそういうことを考えました。なんかでもこの人は、ある事件というかあって、子供の頃に。でそれをずっと親とか周りの人にもずっと秘密に、言ってる人も何人かいたみたいなんですけど、親とか家族にはずっと秘密にしてるんですよね。でなんかそれをこうずっとなんか隠し持ってこう来たっていう気持ちっていうのは、私も性別に違和感があって、子供の頃からもうなんか生まれつき物心ついた時から性別に違和感があって、それをやっぱり家族とか友達に言ったら、なんか今までの関係が壊れるんじゃないかっていうのがすごく怖くて、ずっと大人になるまで
そのカミングアウト私はできなかったんですけど、なんかその気持ちに似てるのかなとか想像したりしました。なんか誰にも言えず、なんか違う自分を演じてるじゃないですけど、なんかすごい自分の中には孤独感があって、なんかこうそれを抱えてるのってすごい辛いんですよ。なんか辛いっていうかしんどいというかで、言えないんだけど言ったらどうなるかっていうのを考えるのも怖くてずっと言えないみたいな、なんかそういうのに似てるのかなとか読んでて考えました。まあこの方の場合はね、もっとなんかその私はその誰かに危害を加えられてそれが言えないとかそういうわけじゃなかったので、このロクサーヌさんとはまたパターンが違うんですけど、なんかまあ共通点はあるのかなとか、あとはその自分の体型が、例えば私だったらすごい女性らしい体型になるのがすごく嫌だっていうのがあって、で逆に太りたくないってずっと思ってた時期が子供の頃とかありまして、でそれでその陸上の長距離もやってたんですけど、まあその長距離が好きだったっていうのもあるんやけど、その陸上長距離やってればその女性的な体型にはならないだろうっていうその確信というか、そのならないようにもう自分を追い込んでずっと走って、なんか肉をつけないみたいなのを、なんですかね、そのスポーツが好きなんですけど、その好きな反面もう一方のそのやってる理由としては女性的な体型にならないためっていうもう一個の理由があって、なんかそういうところもそのロクサーヌさんの場合は逆に太ってその女性として見られたくないようにするっていうパターンで、私はその逆をやってたんですけど、なんかそういうところもなんか結局女性に見られることによってなんか利用されたり、なんかこう危害を与えられたりとかそういうのが嫌だからっていうのはなんか共通してる部分なのかなとか考えたりしました。ただ結構ね、重たい話というか楽しい本ではないので、読んでてやっぱり結構疲れました。で1日2日ぐらいで読んだんですけど、まあでも読みやすいのは読みやすかったです。でもなんでしょうね、本当はまっちゃんはこれね原文で読んでるんですけど、私も多分原文で読んだ方がやっぱりもっと伝わるニュアンスとか本人の感覚とかがね伝わってくると思うんで、そっちの方がいいと思うんですけど、でもやっぱり読まないよりかは読んだ方がいいなと思ったので、まあ翻訳版ですが読みました。なんかでまあこれを読むきっかけっていうのは死にたいけどトッポッキが食べたいっていう本を私は結構好きで、その方のトッポッキが食べたい2があるんですね。1と2があって、1を読んで2を面白かったんで2を読もうと思って読み始めたら、早速そのトッポッキが食べたいの作者の方がこのハンガーを読んだっていう話を書いてあって、じゃあ私もハンガー読まなきゃと思って読み始めたんですけど、なんていうかねトッポッキ2もこの後読もうと思うんですけど、なんかやっぱりなんか自分の痛みとか辛さをなんか表現することってすごい辛いことなんだけど、でもなんか言わずにはいられないみたいな、なんかそういうのってあると思うんですよね。なんかちょっと何が言いたいんかよく分かんなくなってきましたけど、まあとにかくこの本を読んでまあなんかいろいろ思い出す、過去のねこととかいろいろ思い出すこともあったり、なんか
辛いこととか思い出したりね、いろいろあったんですけど、でもなんか自分は自分のなんていうかやりたいようにやればいいし、あとそうだ、なんかここでそのロクサーヌさんはとある人にすごい危害を加えられるんですけど、その人のことをもう一生絶対もう許さないって書いてるんですよね、本の中で。で、私は子供の頃結構家庭環境ひどかったんですけど、でそれで親とかを結構ひどいことを言われたり、いろいろ傷ついたことがあったんですけど、それをいつかは親を許さないといけないっていうか、こう許してあげた方がいいのかなとかね、思ってたんですけど、この本を読んでもう一生許さなくても別にいいんだなと思って、そこはすごい気が楽になりました。自分が辛かったことを例えば人に言われて、あなたもそろそろ許してあげなさいよみたいな言われたからって、許してない私が悪いんだとか思わなくていいんだなと思って、そこは安心したというか、このままでいいんだと思いました。それはね、いつ許すか許さないかとかは私自身が決めていいんだなと思って、それもこの本を読んですごく感じました。なのでおすすめするかって言ったらそんな楽しい本じゃなかったのでおすすめはできないかもしれないですけど、でもなんていうか刺さる人には刺さるかなと思いますし、辛い本ですけどよく書ききらはったなっていうこの人の凄さをやっぱり目の当たりにする。でやっぱりそんだけ自分の内にあるこの悶々とした思いをやっぱり文章にするっていうこのロクサーヌさんの能力すごいなっていう思いました。はい。この後ね、またいろいろ感想出てくるかもしれないですけど、今のところ感じたことはこんな感じです。はい、読んでよかったです。ただ本当は原文で英語で読みたかったです。はい、っていう感じですかね。今日はね、家がね、今家の改装工事してんのかわかんないですけど、一軒家、うちの家ね、賃貸なんですけど、一軒家の2階に住んでて、で、その一軒家を工事今してて、それが、最近ね、3日ぐらい前に始まったんですけど、ベランダとかも結構勝手にもう目張りされてて、1階のドアとかも全部目張りされてて、何の工事してるのか、壁を塗り替えてるのか、何の工事してるとかよくわからず、で、ベランダにね、うち洗濯機あるんですけど、洗濯とかしていいのかどうか、みたいなとこもあったり、あとうちの家の洗濯機がやっぱり外に置いてるので、もう、何年も住んでると洗濯機が劣化しちゃって、排水ホースとかも劣化しちゃって、ボロボロになって結構水が、外だからいいんですけど、屋根に漏れたりしてたんですよね。だから今この状況で洗濯機が屋根について水がついた状態でやっていいのかなとか、すごいもやもや悩むことが多くて、それで今日それでまっちゃんも私も結構辛くなっちゃって、工事に関しても連絡もないし、いつ終わんのかなとか、洗濯したいのに洗濯機のホースがボロボロだからできないなとか、それでちょっと疲れちゃいました。で洗濯のね、とりあえず取り急ぎは
洗濯機今ね、この工事してる中買っても、なんかそれもまたややこしくなると思うんで、とりあえず排水のホースを、そんなに高いもんじゃなかったので、買って、で、そこでちょっと応急処置をして、洗濯できれば、そのホースが来たら洗濯して、で、できなければ、近所にコインランドリーもあるので、そこ行こうかっていうことになりました。なんで今日はなんか、そのことでちょっと疲れました。そのことだけじゃないですけど、ちょっと疲れちゃいました。私もまちゃんも。はい。でも、たまたまちゃん来てくれたので、ちょっと癒されてます。でね、もう少ししたら、このね、うちのラティオスちゃんって言うんですけど、ラティオスちゃんの妹のラティアスちゃんもうちに来ることになったので、また妹ちゃんが来たら、これお兄ちゃんなんですけど、妹ちゃんが来たらまた紹介したいと思います。お兄ちゃんもね、めっちゃ楽しみにしてます。はい。ということで今日は結構ちょっと長々と喋っちゃいましたが、今日はこんな気持ちでした。ご視聴ありがとうございました。じゃあ今日はこの辺で失礼します。じゃあまたね。バイバーイ。バイバーイ。